プログラムを書くとき、最初に習うのが変数です。x イコール5と書けば値が入る。x を呼べばその値が返る。でも、その裏で実際に何が起きているか説明できますか？ CPU の中をどう移動して、どこにどんな形で置かれて、なぜ型が必要で関数を抜けると消えるのか。今日は箱に値を入れるの比喩で終わらせない変数とメモリーの根本を見ていきます。もし変数がなかったらどうなるでしょうか？例えば消費税の計算。100+100×0.1、250+250×0.1、880+880×0.1。同じ式の中で同じ値を2回書く必要があります。しかも 0.1 という税率が将来変わったら、コード中のすべての箇所を直して回らないといけない。変数を導入するとこうです。プライス ×1 足すタックス。タックスイコール 0.1 と一過ところで書けば、税率が変わった時の修正は1行で済みます。変数の本質は2つ。値の再利用と名前による意味付け。0.1 は何の数字かわからないけれど、タックスと書けば消費税率だなとわかる。箱という比喩は実は不正確です。正確にはメモリー上のある場所に名前で呼べる目印をつけるという仕組みなのです。変数の話に入る前にメモリーの正体を見ておきましょう。コンピューターのメモリーはバイトが1列に並んだ巨大な列です。1バイトイコール8ビット、つまり0と1が8個で1マス。各マスにはアドレスという通し番号がついています。0番地、1番地、2番地と続く整数の住所です。例えば 8GB のメモリーには約80億個のマスが並んでいます。CPU はアドレスを指定して、その場所のバイトを読み書きする。たった一つのことしかしません。プログラムから見えるあらゆる値、整数、文字、画像、動画も、結局はこの1、別のメモリーのどこかのアドレスから始まる連続したバイトに格納されている。これが、これから見ていく変数の置き場所です。いよいよ変数です。x イコール5と書いた瞬間にメモリーの中で3つのことが起きます。1つ、コンパイラーかインタプリタが空いているメモリーの一部、例えばアドレス 0x1000 から始まる4バイトを x のために確保する。2つ、そのアドレスに5という値のに進数表現を書き込む。3つ、プログラム中の x という名前と確保したアドレス 0x1000 を結びつける表を作る。これをシンボルテーブルと言います。つまり、変数は実は3層構造です。あなたが書く名前 x、コンパイラーが管理するアドレス 0x1000、メモリーに格納される値5。プログラム中で x を読むと、シンボルテーブルがアドレスを引き、CPU がそのアドレスのバイトを読む。これが変数アクセスの正体です。箱の比喩では、この3層が単一の概念にまとめられて見えなくなっていたのです。次に、x イコール x 足す1をやってみます。CPU はまず、アドレス 0x1000 から現在の値5を読み込みます。次に1を足して6を計算。最後に、その結果6を同じアドレス 0x1000 に書き戻す。ここで注目してほしいのは、変わったのは値だけということです。名前 x もアドレス 0x1000 もそのまま。書き換わったのはマスの中身だけ。もう一度やってみましょう。x イコール x×2。読み込み、計算で12書き戻し。やはりアドレスは固定、値だけが書き換わる。これが最大入の正体です。変数が変わるとは、新しい箱を用意することではなく、同じ場所のバイトを上書きすること。ここで疑問が出ます。メモリーには0と1しか入らない。じゃあ、整数の5と文字の A と新基地の true をどう区別しているのでしょうか。答えは区別していません。メモリー自体は0と1の列なだけ。
同じビット列を何として読むかを決めるのが型です。例えば、メモリーのある場所に01000001というビット列があったとします。これをイントとして読めば、10進数で65。キャラクターとして読めば、文字コード65番に対応する文字 A。ブールとして読めば、0以外なので true。同じ1バイトが、型によって全く違う意味を持つのです。だから C 言語のような型の厳しい言語では、変数を宣言するときに必ず型を書きます。Python のような型の緩い言語でも、内部では値ごとに型情報を持っています。型がなければ、メモリーの中身は単なる0と1の塊に過ぎず、何の意味も持たないのです。型のもう一つの役割は、何バイト確保するかを決めることです。一般的な64ビット環境で C 言語の場合を見てみましょう。キャラクターは1バイト、イントは4バイト、ロングは8バイト、フロートは4バイト、ダブルは8バイト。32ビットを表せるイントで5を格納する場合、メモリー上は4バイト分の場所が予約されます。なぜ型ごとにサイズが違うのか。表現できる値の範囲が違うからです。キャラクターは1バイトなので、マイナス128から127の256通り。イントは4バイトで約プラスマイナス21億通り。ロングは8バイトで約プラスマイナス920強通り。大きな値を扱いたければ大きい型を、メモリーを節約したければ小さい型を選ぶ。これが型を使い分ける実用上の理由です。プログラム実行中、変数を読むとき、CPU はアドレスから何バイト読むかを型から知る必要があります。型情報がなければ、どこまでが一つの値かわからないのです。型のサイズが有限であることは、現実の不具合を引き起こします。32ビット符号付き整数イントの最大値は、2の31乗マイナス1、約21億です。ここに1を足すと、ビット列が桁溢れして、マイナス21億という最小値に巻き戻る。これをオーバーフローと言います。現実の例。ユニックス時間という1970年1月1日からの秒数で時刻を表す仕組みがあります。これが32ビット符号付き整数で実装されている場合、2038年1月19日に21億秒を超え、オーバーフロー。1901年に巻き戻ってしまう。これが2038年問題として知られています。古いゲームで経験値が65,535で止まる、所持金がマイナスになるといった現象も同じ原理です。型のサイズを理解しないとは、こういう罠を見落とすこと。型は単なる宣言ではなく、プログラムの限界そのものなのです。ここまで、変数はメモリーのどこかにある、と曖昧に話してきました。実は、変数の置き場所は大きく2種類に分かれます。スタックとヒープ。まずスタックから。これは、関数呼び出しと連動して使われる領域です。関数を呼び出すと、そのローカル変数のための場所が、スタックの上に積まれます。皿を重ねるようなイメージで、新しい関数のフレームが一番上に乗る。例えばメインから F を呼ぶと、メインのフレームの上に F のフレームが乗る。F の中で G を呼ぶと、さらに上に G のフレームが乗る。G から戻ると G のフレームが消え、F から戻ると F のフレームが消える。この後入れ先だし、リホの構造がスタックという名前の由来です。重要なのは、関数を抜けたらローカル変数は確実に消えるという保証。これがメモリー管理を自動化している仕組みの一つです。スタックには制約があります。一つ、サイズが小さい。典型的には1から8メガバイト。大きな配列や画像データは入らない。二つ、関数を抜けると消える。関数の戻り値として中で作ったデータを返したいときに困る。これらを解決するのがヒープです。プログラムからいつでも好きなサイズで確保でき、解放するまで存在し続けるメモリー領域。C 言語ならマロックで1000バイト確保、終わったらフリーで解放。
Java や Python では new や単純なオブジェクト生成でヒープから確保され、不要になったらガベージコレクターが自動で解放してくれます。重要な対比です。スタックは速い、小さい、自動。ヒープは柔軟、大きい、手動またはガベージコレクション。プログラムが使うメモリーは、この2つを使い分けて構成されています。ここまで、変数はアドレスに対応する値として扱ってきました。では、アドレスそのものを値にしたいときは、それがポインターです。ポインターとは、アドレスを値として持つ変数のこと。それだけです。例えば C 言語で int x イコール5とした後、int star p イコール&x と書くと、p という別の変数が作られ、その中身は x のアドレス 0x 線。p を経由して x の値を読むには、star p と書く。これを間接参照、デリファレンスと言います。CPU は p のアドレスを開いて、そこに書かれているアドレスをさらに開くという2段階の読み込みをします。なぜこんな回りくどいことをするのか。データを直接渡さずに、データの場所だけ渡せるからです。大きな配列を関数に渡すとき、配列全体をコピーするのは無駄。先頭アドレスだけを渡せば、関数側はそこから読みに行ける。ヒープからマロックで確保したブロックも、戻ってくるのは先頭アドレス、つまりポインター。ヒープを使うとき、ポインターは避けて通れない概念なのです。ポインターを知ると長年の疑問が解けます。なぜ Python で関数の中で x に1を足しても普通の数を渡したとき他の x は変わらないのか。逆にリストを渡したときは変わるのか。答えは値渡しと参照渡しの違いです。値渡しは変数の値そのものを関数にコピーして渡す方式。関数の中で書き換えてもコピーが書き換わるだけで元の変数には影響しません。参照渡しは変数のアドレスを関数に渡す方式。関数の中で書き換えると同じアドレスを共有しているので元のデータも変わります。Python は厳密にはオブジェクトへの参照を値渡しするという仕組み。中身が変更可能なオブジェクト、リストなら書き換えが外にも反映され、変更不可能なオブジェクト、整数や文字列なら別オブジェクトが作られて弦は変わらない。なぜ関数に渡したリストが変わってしまうのか。世界中の初心者が踏むこの罠の背景には、値渡しと参照渡しの理解があるのです。変数にはスコープと寿命という2つの概念があります。混同しやすいので整理しましょう。スコープは、その変数の名前で参照できる範囲。関数の中で宣言した変数は、その関数の中だけで X という名前で呼べる。関数の外からは見えない。寿命は、その変数のためにメモリーが確保されている期間。関数の中の変数は、関数を抜けるとスタックフレームと一緒に消える。Python や C の関数内変数は、スコープイコール寿命イコール関数の中なので一致します。でも違うパターンもあります。例えば C のスタティック変数。関数の中でスタティックイントカウントと宣言すると、スコープはその関数の中だけだけど、寿命はプログラム終了まで。関数を抜けても値が保持される。次に呼ばれたとき、続きから始まる。スコープと寿命の区別は、グローバル変数の弊害、メモリリークの原因、クロージャの挙動、すべての理解の基礎になります。ここまで一般論で話してきましたが、現実のプログラミング言語では、変数の扱いが大きく違います。代表的な3言語を比べてみましょう。C 言語。型を明示する。サイズもアラインメントも明示する。ポインターを直接扱う。マロックとフリーを自分でする。これはメモリーの全権限をプログラマーに渡すという思想です。早いけれどミスれば即クラッシュ。Python。型を明示しない。すべての変数は実はオブジェクトへの参照を持っている。整数も内部ではオブジェクト。ガベージコレクターが自動で解放する。これは
プログラマーが楽に書けることを優先する思想。安全だけれど、内部で大量のオブジェクトが作られ、速度の代償を払う。ラスト。型を明示する。さらに所有権という概念を持ち込む。各値には所有者が一人だけいて、所有者がスコープを抜けると値も消える。これはメモリー安全性をコンパイル時に保証するという思想。ガベージコレクションなしでも安全。同じ x イコール5というコードでも裏で起きていることは全く違うのです。言語選びとは、つまり変数とメモリーをどう管理するかの思想選びとも言えます。今日学んだことをまとめます。変数は箱ではなく、メモリー上のある場所に名前を付ける仕組みでした。名前、アドレス、値の3層からなる。型は、ビット列の解釈ルールであり、確保するサイズでもあった。サイズが有限ゆえにオーバーフローという罠も生まれる。変数の置き場所は、自動で管理されるスタックと、柔軟だが手動管理のヒープに分かれた。アドレスを値に持てばポインター。関数に渡す方式で値渡しと参照渡しが分かれる。言語ごとに変数の扱いは大きく異なり、それが言語の思想を映し出していました。第1話で CPU の動き、第2話の今日でメモリーの世界を見ました。次回はその上に乗る制御の流れ、順次、分岐、反復というプログラムの形そのものを扱います。役に立ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。